こんにちは。シスコでエンジニアをしております。たけしです。ACI 動画解説シリーズということで、今回は ACI ファブリック内の管理アクセスの方法についてご紹介します。この動画解説シリーズでは、今後も ACI について基礎から解説していきます。次の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価やコメントもいただけるととっても嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。それでは早速内容に入っていきましょう。ACI では基本的に APIC の GUI でモニタリングや設定変更を行いますが、ステータス確認やトラブルシュートのために各スイッチの CLI にアクセスすることもあります。そのような場合に ACI ファブリック内の APIC、スパイン、リーフに管理アクセスを行う方法は3つあります。まず1つ目は APIC を踏み台にしてスパインリーフにアクセスする方法。2つ目は管理ポート経由でアクセスする方法で ACI ではアウトオブバンドマネジメントと呼んでいます。3つ目はデータポート、つまりサービストラフィックが流れるポートを経由して管理アクセスを行う方法でインバウンドマネジメントと呼んでいます。アウトオブバンドマネジメント、インバウンドマネジメントで設定した管理用の IP アドレスは SSH 以外にも SNMP や SYSLOG、NTP などの管理系のプロトコルにも使用されます。まず最初に APIC を踏み台にしてスパイン、リーフにアクセスする方法についてご紹介します。CIMC の KVM コンソールを使用するか、APIC の管理 IP 宛てに SSH するなどして、APIC の CLI にログインし、そこから SSH でスパイン、リーフの CLI にアクセスすることができます。APIC のアウトオブバンドマネジメントアドレスは、APIC の初期セットアップ時に設定したものを使用します。APIC から各スイッチには、インフラネットワーク経由でアクセスしますので、内部的には TEP アドレス宛てに SSH が行われています。それでは実際に APIC からリーフの CLI にアクセスしてみます。今、APIC の管理 IP 宛てに SSH で接続しています。小バージョンズを実行すると ACI ファブリック内のコンポーネントの一覧が確認できます。今回は Leaf1201 に SSH で接続します。パスワードが求められますので入力します。はい、このように Leaf の CLI に入れましたので、小コマンドを使ってステータス確認やトラブルシュートを行うことができます。次に管理ポート経由で管理アクセスする方法をご紹介します。APIC やスイッチには専用の管理ポートが用意されています。ボックス型のスイッチでは多くの場合背面にあり、このようなマークが印字されています。この管理ポートに設定した IP アドレスを管理用に使用することができます。ACI ではこれを Out of Band Management OOB と呼んでいます。次にデータポート経由で管理アクセスを行う方法についてご紹介します。サービストラフィックが流れるポートを経由して管理アクセスを行う方法を ACI ではインバウンドマネジメント INB と呼んでいます。Nexus ダッシュボードインサイツを使用して ACI ファブリックの高度な可視化を行いたい場合には NDI と ACI ファブリックがインバウンドマネジメント経由で接続する必要があるため、インバウンドマネジメントの IP アドレス設定が必須になります。それでは実際にスパインにアウトオブバンドの IP アドレスを設定してみましょう。管理用の IP アドレスの設定はマネジメントテナントで行います。ノードマネジメントアドレシーズからスタティックノードマネジメントアドレシーズを開きます。APIC のアウトオブバンドのアドレスは初期セットアップ時にすでに設定してあります。右上のツールアイコンから Create Static Node Management Addresses を選択します。ノードレンジに設定対象のノード ID を入力します。1台ずつ設定したい場合には From to To に同じノード ID を入力します。OOB も INB もこの画面から設定することができます。アウトオブバンドマネジメント EPG はデフォルトを選択します。設定したい IP アドレスとマスクを入力します。ゲートウェイのアドレスも入力していきます。
確認のポップアップが出ますので Yes を押します。はい、このようにスパインに管理 IP の設定を行うことができました。今回はレンジで指定しましたので、若版から順に IP アドレスが設定されていることが確認できます。今回の動画は以上になります。他にも ACI の動画を配信していますので、こちらもぜひ見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。